この世界が同じ色に見えてる保証はどこにもない。こんにちは、バタフライコードです。30秒でじゃない、今日は少しじっくりと時間をかけてあなたの視界そのものにメスを入れます。はじめに一つだけ約束を最後まで見終えた時、あなたはさっきまで確かだった色をもう信じられなくなる。始まりの赤、信号機の赤、見慣れたはずの色がふっと青に見えたことはありませんか？いや、ない。じゃあ今この瞬間はどうでしょうねえ。今揺れましたよね。赤は赤のままで、心だけが少し青ざめた私が見ている赤とあなたが見ている赤が同じだという証拠は実はどこにもない。なのに私たちは同じだと思い込んではなる。毎日何度も。光はいつも正しいわけじゃない。この風景、一見何の変哲もない街角に見えますよね。けれどよく見てください。ここ、光の向きと影の向きが合っていない。同じ太陽の下では絶対に起こらないはずの現象です。ほとんどの人はこうした矛盾に気づかずに通り過ぎます。脳は見た映像に辻褄が合う理由を後から勝手に与えてしまうからです。現実は一つ、そう信じたい私たちにとって影と光の食い違いはただの見間違いとして処理される。けれどもしその食い違いが偶然ではなかったとしたら、その瞬間からあなたの足元に落ちる影の意味も変わるはずです。色は物質ではない。世界に色は存在しません。あるのは光の波長と物質の反射特性だけ。赤いリンゴ、青い空、それは網膜の信号を脳が赤、青という主観のラベルに翻訳した結果、もしあなたの赤が私の緑と入れ替わっていたとしても私たちは一生気づけない。この比べようのない知的経験を哲学はクオリアと呼ぶ。名前を与えた瞬間、世界は色づく。でもそれはここにあるからじゃない。ここでそう決めたから色づいて見える。脳は世界を書き出す視野の中心以外、私たちはぼんやりしか見えていない。なのに全部はっきり見えている気がするのは脳が塗り絵をしているから。試してみましょう。画面の真ん中の点だけ見つめてください。消えましたね。世界が消えたのではない。脳がいらないと判断してあなたの現実から削除した見えなかった現実、見えたことにされた現実、その2つの境界線はいつもあなたの内側に引かれている。同じ色なのに違って見える魔法。ここに2つの視覚があります。左は暗い背景、右は明るい背景。その上の灰色のタイル、どちらが濃いでしょう？これはどちらも同じ色。でも光の文脈が違うだけで同じ色が違って見える。脳は世界の安定を守るために手早く補正をかける。その速さはあなたの自覚を追い越す。正しい色が存在すると信じた瞬間、あなたは文脈に従う観客になる。時間もまた編集されている。色だけじゃない、時間も補正されている。あなたは滑らかに見えたから滑らかだと思うが、実際には隙間だらけ。脳はその隙間を後から埋めて過去を滑らかに偽造する。今見たは今作られたかもしれない。記憶は再生のたびに変わる。これは1枚の写真です。1秒だけ根に焼き付けてください。覚えましたか？ではもう一度同じ写真を出します。どうでしょう？最初からその人影はありましたか？そしてこの人物、最初からこの性別でしたか？あなたの脳は見たはずの映像を完璧には保存していません。見たことにされた映像と見落とした映像が混ざって一つの記憶に再構成されるのです。服の色すら性別すら最初からそうだったと脳は信じ込ませる。だからあなたの昨日も今日のうちに塗り替えられてしまう。あなたの視点は誰のもの？ここまであなたは私の言葉に導かれて見る場所を選ばされてきた。私の指であなたの視点は軽く押される。押されていることに気づいたのはきっと今視点がそれたならもう一度問います。あなたの視点はあなたのものですか？
郵便ポスト。でも事実を言いましょう。この動画は制作開始から今まで赤チャンネルを一切使っていません。赤に見えたは隣接する色と文脈があなたの脳に赤だったことにしてくれたから、あなたは自分の脳を信じる。脳はあなたに嘘をつく。優しく気づかれないように。この世界に色はなかった。ここまであなたはいくつもの色を見てきたはずです。信号の赤、空の青、服の色。でもあれは全部存在していません。色は光の波長に名前を付けただけの解釈でしかない。脳がそう見せなければ世界はただの白と黒。あなたが信じてきた色は最初からどこにもなかった。今見えている色が正しいと信じられる保証はどこにもない。ここまで付き合ってくれてありがとうございました。あなたが今目の前に広がる世界を自分のものだと信じていたなら、今日から少しだけ疑ってみてほしい。赤は赤だろう、映像は映像だろう、現実は現実だろう。そう思い続けられるならそれもまたあなたの選択。けれどもし一度でも疑いの色が差したなら、それはもう元には戻らない。あなたの目が拾う光も耳が拾う音も全ては脳がそうだと決めた世界に過ぎない。でももし一度でもこう思ったなら、その色が本当に同じか確かめる方法はどこにもない。君も気づいてしまったんですね、この世界の違和感。でもご安心ください。それはあなたの感覚が正しかった証拠です。このチャンネルはそんな違和感の正体をあなたと一緒に暴いていく場所です。一度そのバグに気づいてしまえばもう元の視点には戻れません。けれど暴いたと思った瞬間にまたつけの違和感が現れる。終わりはありません。でもだからこそ面白い。気づいたあなたにだけ世界の裏側が見え続ける。もしこの感覚に共鳴したなら、ぜひチャンネル登録と高評価をお願いします。それが次の違和感を暴くための力になりますから、次の違和感でまたお会いしましょう。